皆様こんにちは。今日の動画は、最初から最後まで名列車の内容です。前回まで俺たちは、寝台列車に乗って、イタリアを北から南まで1往復。合計32時間も列車に乗り、ついに終着駅のミラノに到着しました。本来なら、ここでイタリア編は終了。次回から、別の国の特集に移る、はずでした。でも、こいつを紹介せずして、イタリアを離れるわけにはいかない。ということで、もう少しだけ、イタリア編が続くんじゃ。それでは早速、本題に入りたいと思います。今回は前置きなんて一切なし。何しろあの車両は、名ストーリーが多すぎて、時間内に収まらないんです。ではご紹介しましょう。寝台列車の旅で、イタリア本土区間を担当していた電気機関車。そして、イタリアの国と技術に振り回された、悲劇の名機関車、E403 型です。いいよ、イタリア電気機関車界のレジェンド。どんどんパフパフ。大きく、堂々とした車体に、かっこいい前面デザイン。それに今は、何両もの客車が連なる、長距離寝台列車の牽引を担当することからも、花形機関車のイメージがあります。だがこの車両は、一皮むけば、とんでもないダメ機関車だったのだ。やはり私たちは、旅をすると、名列車に遭遇するな。私たちっていうか、ゆっくりさんが引き寄せてるんでしょ。1990年代、イタリアは、E402 型という電気機関車を開発しました。最高時速220キロで、特急列車を引くために開発された車両です。E402 型は、初期タイプの A 型と、車体デザインを大きく変えた改良型、B 型の2種類があります。イタリア国鉄、トレニタリアは、この特急用機関車を、両タイプ合わせて、およそ120両を導入。イタリア全土で、特急列車の先頭に立って、走り回っていました。とりわけ改良型である、E402、B 型は、イタリア在来線で用いられる、直流電化に加えて、交流電化で建設された、次世代の高速区間にも対応。性能や信頼性、使い勝手が良く、国鉄はこの機関車を大いに気に入りました。しかしそんな傑作機関車、E402 型にも、それぞれ欠点があります。E402、A 型は、強力なモーターを搭載していましたが、駆動装置のギア比が高速寄りになっていました。ですから、低速で強い牽引力を出すのが苦手。つまり、貨物列車の運転には向いていなかったんです。一方、E402、B 型は、貨物列車にも対応していました。ですがこちらは、重くて大きい、交流用の電気機器を追加したせいで、重量が増加してしまい、走れる線区に制限がかかっていました。いずれの方も、本来の目的、高速特急列車の牽引は、全く問題がなかったのですけど、他用途の機関車としては、難があったのです。さらに同じ頃、イタリアの鉄道には、大きな変化と危機が迫りつつあった。それまで、国内の鉄道は、国鉄が独占して列車を走らせていた制度が、大幅に変更。EU の自由化政策により、他国の鉄道会社や、新興の私鉄が参入できるようになったのだ。貨物列車ではそれまでも、ドイツやスイス、フランスから、列車が直通していた。この場合、列車は国境駅で、イタリア国鉄に引き渡されていたのだが、鉄道の自由化が加速すると、これらの国の鉄道会社が、管轄を変えないまま、イタリア国内を走行できてしまう。そうなると、イタリア国鉄は、受け持つ列車が減り、売上の減少につながってしまう。しかも、ドイツやスイス国鉄の貨物部門は、イタリアにも対応できる、多電源電気機関車をすでに保有していた。そこでイタリア国鉄は、逆に、これらの国に参入できる体制を整える。同時に、特急から貨物列車まで引ける、マルチタイプの機関車を作れないか、と、メーカーに打診した。そこでメーカーのアンサルドブレダが、ベキラー、と開発したのが、E403 型だ。おい、今、不穏な名前を出さなかったか？電気機関車のメーカーはアンサルドブレダだ。大丈夫なのか？大丈夫だったら私が注目しないし、こうやって取り上げねえって。まあ、アンサルドブレダは、機関車の開発が得意だったし、E402 系列も、この会社が製造してたんだよ。
今回ご紹介する名機関車、E403 型は、イタリア国鉄の要望に応える形で作られました。特急列車にも、貨物列車にも使える、多用途の機関車。そして、イタリア国内と周辺国で使われる、4種類の電気に対応し、列車も国も選ばず走れる、スーパー機関車になるはずだったのです。開発の元になったのは、流麗な車体が特徴の、E402B 型。この機関車は、交流と直流、2種類の電気に対応していて、貨物列車も牽引できる構造です。なので、開発のベースに最適だったんです。E402B 型と E403 型。この2つの形式は、見た目がとてもよく似ています。遠くから見ると、ほとんど同じに見えるほどです。外観上の大きな違いは、ヘッドライトとパンタグラフ。E402B 型は、ライトが左右に2つずつ並んでいます。それらは、卵型の1枚ガラスでまとめて覆われています。つまり、ライト全体が、一つのガラスカバーの中にある形状です。一方で、E403 型も、ライトの配置そのものは同じです。しかしこちらには、ガラスのカバーがありません。ライトがむき出しの状態で、車体に直接装着されているのです。ここが、最もわかりやすい判別点かな。もう一つの違いが、屋根の上にある、パンタグラフです。イタリアの電気機関車は、オーソドックスな、ひし形パンタグラフがよく使われます。しかし E403 型は、シングルアームタイプに変更されました。これには、対応する電気の種類が関係しています。ヨーロッパの電気機関車は、電気の種類によって、パンタグラフを使い分けるのが一般的です。そのため、交流と直流の、両方に対応する機関車は、2種類のパンタグラフを装備する必要がありました。ところが、イタリアで主流のひし形パンタグラフは、前後方向の長さが大きいという欠点があります。そこで E403 型は、半分の長さで済む、シングルアーム型パンタグラフに変更したのでした。搭載されているパンタグラフは、運転台の前側にあるのが交流用。内側が直流用です。E403 型は、E402B 型譲りの、流麗な車体のほか、機能の多さも強みだ。あ、いや、正確には強みになるはずだったか。直流の電気が流れている、イタリアの在来線と、交流電化の高速線。それに加えて、ドイツやスイスの電気にも対応している。でもさ、イタリアの高速線も、ドイツの電化方式も、同じ交流電化なわけだろ。だったら、E402B 型でもよかったんじゃねえ？それが、一口に交流電化といっても、ドイツ圏とイタリアとでは、電圧と周波数が違うんだよ。だから、2種類の交流電気に対応した機器、それから、ドイツ基準の信号装置を、新たに搭載する必要があったんだ。E403 型は、イタリアとドイツ圏に加え、フランスの線路も走ることも想定され、計画通りに行けば、イタリアが誇る、マルチ電気機関車になる予定だった。そして、気になる最高速度は、時速200キロ。設計のベースになった E402 型より、20キロほど遅いが、その説明、ちょーっと待ったー。金助、お久しぶり。後でお前の特集も、それはしなくていいです。それよりもゆっくり、この愚か者めが、いきなり来て、なんだよ。この間の寝台列車編から、ゆっくりの話は少し間違ってます。E403 型の最高速度は、時速200キロじゃないんです。もしかして、また私やらかした？やらかしてる。この機関車の、正確な最高速度は、時速180キロ。設計上の最高速度は、確かに時速200キロなんですが、ずっと、準備工事止まりなんです。重い貨物列車を、勾配が続く、山岳区間で引くことを想定していたので、低速寄りに、ギア比が変えられたんですよ。その結果、加速性能、牽引能力と引き換えに、最高速度が低下してしまいました。そうだったのか。まさか、この間の寝台列車が、時速200キロで一切走らなかった理由は、電気機関車が対応していなかったのが、理由の一つです。でも寝台列車は他にも、客車側の問題もありますね。少し最高速度が低いものの、多機能多用途機関車という位置づけで計画された E403 型は、イタリア国鉄から正式発注されます。そして、開発途中から何度も仕様変更を受けた結果、
現在も運用に難がある名機関車として、見事に失敗しました。どうしてこうなった？その言葉、イギリス人から言われたらおしまいだよな。イタリアが計画した国際運用向け多機能機関車。この完璧な計画には開発時から不都合が生じていた。まず最初の問題は、車体のサイズや重量、そして調達コストが著しく超過しそうだったこと。それから、性能、機能、運転計画が全て予定通りにいかなかったことだ。じゃあそれって何ができる機関車なんだよ。だから何もできなかったんだって。この機関車は、イタリアからアルプスの山岳路線を走り、ドイツやフランスに直通することを想定していました。ですがその途中には、機関車の重量に制限がかかる場所があります。そのため、車軸1本あたりの荷重を22トン以内、車両全体で88トンまでに収める必要がありました。しかし、山岳路線で使われている交流電化がそれを阻みます。鉄道に使われる交流の電気は、15000から25000ボルトの高圧電流が用いられます。このままでは電圧が高すぎるので、車両には、変圧器と変換装置を搭載する必要がありました。これらは、金属の塊と言ってもいい部品で、ものすごく重く、車体重量が増えてしまいます。それに当然のことながら、車両の価格も増加します。さらに条件が悪かったのが、前述の通り、イタリアとドイツ圏とで、交流の電圧や周波数が異なっていたことです。つまり変圧器は、2種類の高圧電流に対応しなければなりませんでした。これによって、大きさも増えることから、E403 型は車体を延長。全長は、E402B 型より70センチも長い、19.9 メートルにもなりました。これで、変圧器のスペースは確保できたのですけど、重量がなかなか、規定値内に収めることができません。何しろ、ベースの E402B 型ですら、目標の数値を少しオーバーした89トンもの重さでした。ですから、大きくなった車体を軽量化しつつ、さらに重い装置を乗せなければならないという、非常に難しい条件になっていたのです。モーターの制御装置を、新型の小型軽量な装置にするなど、可能な部分は頑張ってみましたが、今度はコストが増えてしまいます。膨らむ開発費と迫る納期、そしてクリアできない技術のハードル。最終的に開発陣と国鉄が下した結論は、ドイツの電化規格の対応を諦める、でした。この時点で、ドイツ、スイス、オーストリアへ直通する国際貨物列車のビジョンは崩壊します。これに伴い、初期案から早速、外観にも変化が生じました。ドイツ向けの機器がなくなり、屋根の上のパンタグラフが3基に減少したんです。E403 型の屋根には、イタリアの高速線で使う、交流用のパンタグラフが1基、在来線用が2基、合計3つのパンタグラフだけが乗ることになりました。だけど、残るフランスには対応できたんだろ。あそこはイタリアと同じ直流電化だから、技術的な問題は起きにくいはずだし。それがね、フランス方面の直通運転にも問題があったんだよ。確かにえっちゃんの言う通り、フランスとイタリアの在来線は、共に直流の電気が使われている。しかし、フランスの直流電化は、電圧がイタリアの半分。日本と同じ、1500ボルトなのだ。したがって、直流3000ボルト用に設計されている、イタリアの車両をそのまま直通させると、モーターのパワーが減少してしまう。かといって、イタリアと同じ出力を、フランスで出そうとすると、今度は大量の電気をバカ食いするのだ。すると、変電所に大きな負荷がかかり、周囲の列車に影響が出てしまう。その点、地元フランス製の貨物用電気機関車は、長い歴史とノウハウがあり、低い電圧でも、十分な出力を出す技術を持っていた。しかしイタリアのメーカーには、こうした技術の蓄積がない。フランス国内では、パワーが低下する問題もクリアできなかったため、フランス方面の直通計画も、撤回されてしまった。つまり、E403 型が走れる線区は、今までの機関車と同じ、イタリアだけってことかよ。それでいて、車体だけ無駄にでかくなったのか。そうなりますな。国際運用を目指して開発されていた E403 型は、その運転計画が完全に崩壊。イタリア国内専用車となった。
だがさらに悪いことに、そのイタリアでも問題があったのだ。もうやめてあげて。いいや限界だ、言うね。E403 型を襲った、イタリアでの不運。それは、不具合と、中途半端な性能だ。この機関車は、2005年から製造されていたものの、電気系を中心に初期トラブルが多く、7年もの間、営業列車の運転には投入されていなかった。とりわけ、車輪の空転を抑制する装置に、問題を抱えていたため、当初の目的だった貨物列車に使えなかったのだ。その後改修を重ね、どうにか実用に耐えられる目処が立ったのが、2012年のことだった。だが、予定していた能力が、十分に発揮できなかったことや、24両という少ない製造数。イタリア国内しか走れない性能が災いし、貨物部門は持て余してしまう。その結果、わずか2年後の2014年に、全車両が、旅客列車部門へ厄介払い。あ、違った。使えないダメ機関車を、旅客列車部門に押し付ける。ゆっくり、言い方。すんません。じゃあこれならどうだ。牽引力が低いけど、特急列車なら、なんとか使い道があるんじゃねえと、旅客列車用に移管されたのだった。しかし、新たに移った先も、茨の道というか、針のむしろというか、金助、言い方。ごめんなさい。扱いづらさから、敬遠される存在には、変わりありませんでした。それも当然、E403 型は、重くて大きくて、最高速度が低いという、何のメリットもない、名機関車だったからです。車体が重いですから、地盤の弱い、地方路線には使えません。かといって、時速200キロで走ることができず、幹線の速達特急列車としては性能不足。それでいて、電気機器だけ高速線に対応しているという、中途半端な能力になっていたんです。おまけに最高速度が遅いので、高速線を走ってしまうと、他の列車の運転の邪魔になってしまいます。しかもこの頃、イタリアの高速線は、国鉄の高速列車、フレッチャロッサが時速300キロ運転を実施。それに加え、新進気鋭の私鉄高速列車、イタロが参入した直後で、両者は熾烈なバトルを繰り広げていました。そんなところに、足の遅い機関車を投入できるわけがありません。そのため E403 型は、実際の運転で、一度も高速区間を走ることがありませんでした。結局、使い道のなかった交流用の機器は、2018年に取り外されています。ってことはなんだ？今のこいつは、ただ車体が大きいだけの、イタリア国内の在来専用、直流電気機関車なのか。そうなの。現在の E403 型には、屋根のパンタグラフ付近に、不自然な空間があります。ここにかつて、交流電化用のパンタグラフが載っていたんですよ。しかし、開発段階からグダグダだったのなら、E403 型の計画を中止したり、E402B 型とかを増産してやよかったんじゃないの？それは、メーカーのアンサルドブレダも、国鉄も考えていました。でも、契約を済ませちゃって、多額の開発費も投入した後だったので、立ち止まることも、変更もできなかったんですよ。しかもこの頃のアンサルドブレダは、経営が思わしくありませんでした。何しろ、同社が E403 型と同じ年代に作った車両といえば、伝説の欠陥気動車、デンマークの IC4、伝説の欠陥高速電車、V250 など、レジェンド級の問題作ばかり。こうした欠陥車が、次々に生み出された背景には、メーカーの経営難がありました。それに、イタリア国鉄、トレニタリアは、民営化したといっても、国の影響が強い会社です。運輸省や、経済財務省など、関連省庁の意向を受け入れなくてはなりません。ですから、自国の産業を保護し、メーカーにお仕事を与える、という意味でも、E403 型計画を中止にはできませんでした。だからって、使い道のない機関車を押し付けられても困りますよね。そんな E403 型に、最も適した運用が、私たちの乗ってきた、寝台列車でした。なぜなら、イタリアの寝台列車は、連結している客車の年代、形式が、結構ごちゃ混ぜ。認可された最高速度も、形式によって異なります。特に古い客車には、高速域で台車の揺れを抑える、ダンパーがないので、速度を上げられないんです。ですから列車の速度は、連結された客車の中で、最も低い数値に合わせなければなりません。
その最低値はだいたい時速160キロ。もちろん運転ダイヤも、その速度を考慮して設定されていますので、時速180キロまでしか出せない E403 型でも余裕を持って走ることができます。他にも、寝台客車は通常の特急客車よりも重量があります。ですが、E403 型は貨物用として開発された機関車ですから、重い客車ぐらいはなんともありません。まだまだメリットはあります。寝台列車が走る区間は幹線なので、重量や車体の大きさは問題になりません。さらに、寝台列車が走り始めるのは、夕方から夜にかけての時間です。高速列車や特急列車の運転が少なくなる頃ですから、最高速度が若干遅くても、他の列車を妨げないんです。ところでゆっくりさん、今回イタリアで寝台列車に乗ったのは E403 型も目的だったの？いや全然、予想外だった。私は旅をすると、名列車に遭遇しやすいんだよな。E403 型は、機関車としては完全に失敗作です。運用と性能に難があり、鉄道会社にとって扱いづらい車両であることは否定できません。けれど、今となってはトレニタリアが発注を撤回せず、メーカーを支えてくれたから今があると言ってもいいかもしれません。E403 型の製造によって、なんとか破綻せず、持ちこたえたアンサルドブレダは、その後、フラッグシップ高速列車、ETR400 型の大量受注に成功。日立に買収されてからも、新型2階建て通勤電車のカラバッチョ、ローカル専用ハイブリッド車両のマサッチオなど、今のイタリアを支える車両を次々に製造しています。それに、同じ工場でイギリス向けの車両も作ってたよな。最悪の状況の中で生み出された名機関車は、イタリアとイギリスの次世代車両の礎になったわけか。なんだか、いい話っぽくなったので、最後にちょっと小ネタです。実はイタリア国鉄は、E402 型の頃から、国内企業のアンサルドブレダに、新型機関車の製造を任せたい、と考えていました。E402 型の A 型と B 型は、外観から内部機器まで、ほぼ別物の車両です。新規開発の部分も多く、通常なら、形式を分けて作ります。ですが両社は、政治的な理由で、無理やり同じ形式になったのです。E402、B 型が計画された頃、EU は加盟国の鉄道に対し、車両を新しく作る際、入札の会社を各国に広く募ること、という規制を設けました。となると、イタリア国鉄用、新型機関車の入札にも、ドイツやフランスの巨大企業が参入できてしまいます。これらの会社は、電気機関車を大量生産可能です。安く、早く、車両を作れますから、アンサルドブレダに到底勝ち目はありません。そんな中でも、イタリア企業を指名したい国鉄は、一計を案じました。実は、新しい EU の入札規制は、完全な新型車から適用されるものでした。なのでイタリア国鉄は、書類上は、既存の E402 型を改良したタイプ、ということにして、実質新型機関車の製造にも、アンサルドブレダを指名してたんです。あれ？じゃあ E403 型の発注は、どうやってクリアしたんだ？今度こそ別形式になるから、入札業者を公募しなきゃいけないはずだろ？それがね同じ手を使ってたんです。E403 型は最初、E402 型の発展型、E402C 型と名付けられていました。だからまたアンサルドブレダの指名外ができちゃったんですよ。イタリアってそういう、ルールのグレーゾーンをつくのがうまいよな。イギリスに言われたくないです。ということで、アンサルドブレダの名作のお話、楽しんでいただけましたでしょうか？本当は、E403 型は前座で、銀助の話をメインにやりたかったんだけど、これはまた今度だな。一生やらなくていいです。それではそろそろ、お時間となりました。じゃあちゃん、君とはここでお別れだ。そんな一生一緒に NVIDIA って誓い合った仲じゃないか。誓ってねえよ。もういいですよ。ちゃん先輩、ゆっくりさんなんかほっといて、家に帰りましょう。おう、じゃあまた明日な。さらばイタリア、俺たちはイギリスに、アリーベ帰るち。